お店で出しているハンバーグよりより一層美味しいハンバーグの作り方を今日はお教えしたいと思います。対面県3代目の茂木です。こんにちは。今日はとっておきのハンバーグの作り方をお教えしたいと思います。普段お店で出しているハンバーグよりより一層美味しいハンバーグの作り方を今日はお教えしたいと思いますので、ぜひ、ご家庭のレシピの参考にしていただきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。はい、じゃあまずもうハンバーグに欠かせない、当たり前ですけどひき肉ですね。今日はねあえて牛 100% にしちゃいました。じゃあもう入れちゃいますね。玉ねぎ入れちゃいます。もうこれはね、もういつも皆さんご家庭でやってる普通の作業です。で入れます。そして牛乳もね入れる方いらっしゃいますけどね、牛乳も入れます。もう牛乳も入れます。そして卵も今日全卵入れちゃいます。これはね普通もう皆さんご家庭でやっている普通の作業です。ちょっとここに置いておきましょう。で今回皆様と違ういつもと違うハンバーグをお教えするのは、皆さんこれ分かりますか？これつなぎはねパン粉じゃないんですよ。寒天なんですよ。棒寒天で、パン粉だとやっぱり重たく感じちゃいますよね。であえてヘルシーな寒天で、寒天だとねこの油のうまみをこう寒天が吸収してくれるんですよ。ですからうまみが逃げない。ですからあえてこう寒天をね使ってください。これ結構手でねちぎれるんですよ。これ手でちぎって、手でねこうどんどんちぎって入れていきます。こうつなぎがねあれなんですよ。包丁でもいいんですけどね、プロなんで、包丁で包丁で切っちゃった方がね、僕的にはねもう包丁で切った方が楽なんでね、包丁でこう切っちゃいます。ここがもう第1つ目のポイントですね。あとはもうちぎってね、こう結構ちぎってください。こうちぎってもらうとね、意外にこれね結構吸収するんですよ、このうまみを。はい、そしてこれだけじゃないんですよ。この後にもう一つある食材入れます。この食材がこちらです。ミントです。このミントを入れることによってこのハンバーグが本当に爽やかになる。脂っこさとか肉のうまみがガーッと体に入ってきた。でスーッとこうミントの香りでスーッと抜けていく。それを味わってもらうとね結構やみつきになりますよ。じゃあぜひこれミント入れたいと思います。これミントはね細かくします。これもミントはねもうこう結構ねこう細かくしてください。これね結構細かくしてもらうとね、これ普段だったらねハンバーグってナツメグ入れるじゃないですか。ナツメグ入れるとね、ナツメグはナツメグで美味しいんですけどね、今回ナツメグあえて入れないですよね。ナツメグ入れないでミントを入れるっていうのが今回の3代目ハンバーグの中の特徴ですね。これを入れます。
はい、これでこねていきます。まず塩コショウ入れますね。下味で塩、ちょっとこうあえてね、ブラックペッパー、今日はピリッとするようにブラックペッパー入れます。じゃあ混ぜていきたいと思います。こう混ぜていくとね、この寒天が馴染んできますよ。粘りが出るまでこう押すような感じですね。でこの後ね、形作ったらもう冷蔵庫で20分ぐらい寝かしてもらってね、焼いていただければいいんですけども、しゃこんな感じで本当はね、冷蔵庫で20分ぐらい寝かした方がね、油が溶けちゃってますからね。このまんまでも焼いていきます。大丈夫。あえてね、今回は薄くしました。家庭だとね、あんまり厚くするとね、お肉ってね、焼くの大変なんですよ。ハンバーグって厚くすればするだけ焼くの難しくなるんで、あんまり家庭だとね、肉の厚さはね、そんなに厚くない方がいいですよね。あと片面焼いて焼き色がついたら裏に返して、あとは蓋をしてください。蓋をして蒸し焼きですね。弱火で蒸し焼きで、
こう見える蓋があればね、もっと便利です。ですからその辺をね、うまくハンバーガー本当に焦げちゃうんでね、火は弱火でこうじっくりこう蒸しながら焼いていくっていうのが鉄則ですね。で最後に開いてもらって、こう触った時にこう肌を触った時に弾力があったような、こう弾力がこう跳ね返ったような感じの時に肉が焼けてるっていう感覚なんですよね。こう押した時にこう跳ね返りがね、人肌と同じような感じが焼けてるっていう感じですね。油をこうキッチンペーパーでこうこういうね、こうキッチンペーパーでこう油を取りますよね。こう油をキッチンペーパーで取って、で取ったらあとはもう日本酒とか白ワイン、赤ワイン、普段は大体赤ワインなんで、うちはシェリー酒ですね。うちはシェリー酒でこうお酒でこうフランベをして香り付けをして、あとはもう余熱で完成なんですけれども、あとソースは基本的に、ケチャップとウスターを半々に入れてもらえればソースとしては成り立ちます。ちょっとシンプルなソースっていうのがやっぱり今主流なんでね、ちょっと別に市販のポン酢でもいいですし、和風でもいいですし、オリーブオイルだけでもいいですし、せっかくミント入れたりとかしてるんでね、ケチャップとか味が濃いのだとせっかくの味も消えてしまうんでね、お塩とオリーブオイルとかそんなシンプルな味でもいいと思いますし。はい、付け合わせはですね、定番の、ポテトですね。もうシャトーで、もうシャトーポテトでインゲン、シャトーグラッセで、これもう洋食屋の定番というか、もう昔からのフレンチでも定番だぐらいなもう定番で、これ一回生のじゃがいもを一回このような形にシャトー、ギリシャの宮殿の柱の形にシャトーの形にして、で一回茹でて油で揚げたものですね。あとはもうこのグラッセも一回茹でて、あとお砂糖で煮込んで、バターとお砂糖で煮込んでっていう感じなんで、もう昔からの定番なんですよ。いきます。ミントが効いてて、肉汁がもう詰まって美味しいですよ。
ぜひ作ってみてください。